1923年9月1日、東京の空が揺れました。地鳴りとともに日常が崩れ、街は一瞬で地獄と化します。そんな未曾有の最悪の中、一人の14歳の女学生が最後まで手放さなかったもの、それは日記でした。火の手が迫る中、少女が書き残した文字には何が込められていたのでしょうか。彼女の声なき叫びは、やがて焼け跡から発見され、100年後の私たちに静かに問いかけてきます。そこにあったのは、消えた命ではなく、確かに生きた証でした。大きな歴史の影に埋もれた、名もなき少女の最後の記録。彼女の目に映った光景を、今、あなたの心で受け止めてください。この動画が面白い、参考になったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。第1章、静かな朝。少女は日記を開いた。東京の空は、どこまでも澄み切っていた。1923年9月1日、土曜日。夏の名残をわずかに残しながらも、秋の気配がゆっくりと街を包み込み始めていた。東京市本所区、今でいう墨田区の一角に、14歳の女学生は暮らしていた。家は長屋の一角で、父と母、弟と妹の5人暮らし。家計は決して楽ではなかったが、朝になると味噌汁の湯気が立ち上り、ちゃぶ台を囲む笑い声があった。この日も、いつものように、朝食を終えると、学用品を風呂敷に包み、机の引き出しから日記帳を取り出した。まだ新しいそのノートには、丁寧な文字が並んでいた。友人との些細な会話、学校での出来事、母に叱られたこと、弟のいたずらに呆れたこと。何気ない日常が、そこには生きていた。彼女が通う高等女学校では、日記をつけることが推奨されていた。教師から与えられた作文の延長のようなものだったが、少女にとってそれは、自分だけの居場所でもあった。ノートを開くと、自分の声が紙の上に浮かび上がってくる気がした。言葉にすれば、悲しみも少しだけ軽くなる。嬉しいことは、もう一度味わえる。そう思うと、書くことが好きになった。この日、彼女は今日は土曜、天気がとても良い。明日は久しぶりに、母と浅草に行けそうと書き始めた。数行を書き終えたところで、弟が鉛筆をねだって部屋に入ってきた。彼女は笑って鉛筆を手渡し、大切に使ってねと声をかけた。何の変哲もない、いつもと変わらぬ朝だった。街は活気に満ちていた。路面電車が行き交い、商店街には客の声が飛び交う。焚き木を割る音、行商の呼び声、井戸端の談笑。東京の下町は、生きていることそのものが音を立てているようだった。その雑踏の中を、彼女は小さな歩幅で歩き、道端に咲く朝顔に目を留めたり、八百屋のかごに積まれたナスの艶を不思議そうに眺めたりしていた。何もかもが、彼女にとっての世界だった。だが、その世界が、たった数時間後に崩れ去ることを、彼女はまだ知らない。学校に着くと、旧友たちが教室に集まり、笑い声が響いていた。今日は裁縫の時間があると聞き、彼女は内心ワクワクしていた。母のように、上手に針を持てるようになりたいと思っていた。教師が黒板に文字を書き始め、生徒たちが筆を走らせる中、ふと、窓の外に目をやった。空は変わらず、穏やかだった。何も起きる気配など、どこにもなかった。午前11時を過ぎた頃、彼女は日記帳のことをふと思い出す。今朝は少しだけしか書けなかった。放課後に続きを書こう。明日のこと、友達のこと、そして家族のこと。あのノートには自分の未来も詰まっている気がした。だが、午前11時58分。すべては音もなく崩れ始めた。彼女が見た最後の景色がどんなものだったのか、それを正確に知る術はない。ただ、震災前の日記には確かに未来への希望が記されていた。鉛筆の細い線で綴られた文字は幼さの中にしっかりとした意志を感じさせた。彼女はただ生きていた。その日もいつもと同じように笑い、歩き、書き残そうとしていた。瓦礫の下から後に発見された日記帳。その最初のページにはこう書かれていた。明日は母と浅草へ。わずかそれだけの言葉が、まるで手を伸ばせば届きそうな、遠い時間のぬくもりとして、そこにあった。第2章、
地鳴りとともに、世界が崩れ始めた。午前11時58分。それは、一瞬の静けさを伴って訪れた。誰もが気づかぬほどの沈黙の直後、地の底から響くような轟音とともに、東京の街が大きく揺れた。建物のきしむ音、食器の割れる音、人々の悲鳴、すべてが一斉に、音を持って襲いかかってきた。関東大震災。その名が記録に刻まれるより先に、人々の人生は、音もなく変わっていった。彼女のいた教室もまた、激しい揺れに襲われた。机が跳ね、窓ガラスが粉々に砕け、黒板が倒れる。教師の叫び声、生徒たちの悲鳴が入り混じり、足音とともに教室は混乱のるつぼと化した。彼女は隣の友人の手をつかみ、机の下に身を滑り込ませた。頭上からは天井の木材が剥がれ落ち、埃が宙を舞った。目にしたすべてが揺れている。天井も、床も、人の表情までもが、ぐにゃりと歪んで見えた。揺れが止まったのは、数十秒後だった。しかし、それは終わりではなかった。始まりだった。教員の指示で校庭へ避難した生徒たちは、目の前に広がる異様な光景に言葉を失った。校舎の一部は、すでに崩れており、隣の建物からは煙が上がっている。空には何本もの黒い柱が立ち上り、遠くの方で火の手が上がっていた。木造の建物が密集する下町では、倒壊と同時に火災が発生していた。あちこちで家が倒れ、人が叫び、煙が空を覆っていた。彼女は、まだ震える足で立ち尽くしていた。弟や妹の顔が脳裏をよぎる。家は大丈夫だろうか。母は、父は、教員の制止を振り切るようにして、彼女は群衆の中へと駆け出した。火の手が迫る前に、家に戻らなければ。街はすでに、別の場所になっていた。いつも通っていた道は、崩れた家屋と瓦礫で塞がれ、曲がり角の先からは焦げた布と、炭の匂いが鼻をついた。人々は荷物を抱え、泣き叫びながら、四方八方に逃げ惑っていた。誰もが、自分の家族を探し、自分の生きる道を見失い、ただ走っていた。子を抱いた母、老人を背負った少年、荷車を引く男、そして泣き叫ぶ少女たち、叫びと足音が崩壊した街の唯一の音楽となって響いていた。彼女は何度も転びながら、通い慣れた道を探した。家まであと数百メートルというところで、彼女は目の前の風景に立ち尽くすことになる。そこにあったはずの長屋が無残に崩れ、火の粉に包まれていた。瓦礫の隙間から、見慣れた食器のかけらや弟の草履が見えた。あまりの変化に、目が理解を拒む。呼吸が浅くなり、声が出ない。胸の内で叫び続けながら、ただ立ち尽くした。家族を求めて叫ぶ声にかき消され、返事はない。誰かに抱きしめてほしいという思いすら、声にならなかった。熱風と炎、喉を刺す煙、生き延びようとする人の力と、生きる望みを失う人の沈黙が、同じ空間に同居していた。混乱と絶望の中、彼女は再び走り出した。避難所へ。どこか安全な場所へ。もはや家に戻るという選択肢は、崩れた建物と共に消えていた。途中、焼け焦げた屋根の隙間から真っ黒な日記帳が落ちているのを見つけた。それは自分のものではなかったが、少女が書いたと、おぼしき震える文字が、ほんの数行、かろうじて読み取れた。お母さん、ごめんなさい。私は、その続きは、焦げ跡に消えていた。思わず日記を抱きしめた彼女は、自分の手が震えているのに気づいた。日記、そうだ。自分の日記は机の上だ。あれは、燃えてしまったかもしれない。けれど、そのことに涙を流す余裕はなかった。逃げ場のない東京の下町。火災旋風と呼ばれる強風が火の粉を空へと巻き上げていく。逃げ惑う群衆が橋に殺到し、水辺にも炎が迫っていた。彼女がどこへ向かおうとしたのか、何を最後に見たのか、それを知る記録は残されていない。ただ、確かなのは、あの瞬間、東京の空の下で、彼女は必死に生きようとしていたということだけである。第3章、炎の中を歩いた少女の足跡。彼女は、焼け落ちた家を背に、下町の路地を一人歩いていた。逃げるというより、ただ歩くしかなかった。どこへ向かうべきか、どこに行けば安全なのか、誰も教えてはくれない。
誰もが自分の命を守ることで精一杯だった。火の手は遠くから迫ってくるようで、実際にはあらゆる方向から煙が立ち上っていた。彼女の足元には、壊れた瓦、倒れた電柱、そして焦げた木片が散乱していた。靴の裏が熱を帯び、歩みを進めるたびに焦げた空気が顔を刺す。誰かが倒れている。声をかけることもできず、そのまま通り過ぎた。耳に残るのは、人の叫び声ではなく、沈黙だった。生きている者たちは声を失い、ただ走り、倒れた者たちは二度と声を発さなかった。彼女の白いブラウスにはすすがつき、髪には細かな灰が降り積もっていた。汗と涙と埃で、顔はまだ幼さを残しながらも、すっかり別人のようになっていた。彼女は、焼けた小道を避け、別の裏通りへと足を進めた。そこには、かつて商店が並んでいた。八百屋も、履物屋も、豆腐屋も、すべてが無残に崩れ、黒く焦げ、瓦礫の山となっていた。その途中、小学校の校庭を抜けたとき、一人の老婆が地面に座り込み、何かを胸に抱えているのが見えた。赤子の遺体だった。彼女は立ち止まり、何か声をかけようとしたが、言葉が出なかった。老婆は一言も発せず、ただ揺れながら子を抱きしめていた。世界が崩れても、人は生きようとし、誰かを思う。彼女は、その背中に深く頭を下げ、小さく唇を噛んだ。彼女の目指していたのは、町外れの公園だった。火の回りが遅く、地面が広いため、避難民が集まっているという話を途中で耳にした。だが、道は封鎖され、あらゆる経路が炎と崩落で断たれていた。遠回りをし、瓦礫の合間を縫いながら、彼女は黙々と歩いた。足元の舗装が熱で柔らかくなっていた。裸足の子供が泣きながら走っていた。手を引いていたはずの母親は、もういなかった。ふと、彼女はポケットに手を入れ、小さな鉛筆の切れ端を握りしめていることに気づいた。朝、弟に渡す前に使っていたもので、偶然ポケットに入ったままだった。彼女は思い立ち、瓦礫の影に腰を下ろすと、すすにまみれた紙切れを探し始めた。近くの帳簿の端、広告の裏紙、どれでもよかった。書きたい衝動に突き動かされていた。残したいと思った。誰かに、ではなく、自分の中の何かに向けて、紙を見つけると、彼女はゆっくりと文字を書き始めた。焦げた指で、震える鉛筆で、短い言葉を綴る。お母さん、無事でいてください。私は、まだ歩けます。怖くないと言えば嘘だけど、ちゃんと生きてます。ほんの数行その筆跡はかすれ、紙は歪み、書き終える頃には風に煽られてどこかへ飛ばされていった。彼女はその後も歩き続けた。避難民で溢れ返る堤防沿いの道に差し掛かると、人の波に押されながら進むしかなかった。大人たちの顔はこわばり、子供たちは無言で手を握りしめていた。誰もが沈黙のうちに理解していた。もう戻れないのだと。あの朝の何気ない日常には、途中で出会った女性がこれをと差し出してくれた水筒の水を彼女は両手で受け取った。喉が焼けるようだった。ありがとう、と言ったつもりだったが、声はうまく出なかった。言葉というものがあまりに無力で、しかし必要なものであることを彼女はこの一日で痛いほど思い知った。やがて、夜の帳が降りた。火はなおも街のあちこちで燃え、星も煙に隠れて見えなかった。彼女は、焼け落ちた塀の影に腰を下ろし、両腕を膝に巻きつけて、小さく身を縮めた。泣くことすらしなかった。ただ、明日が来るのか、それとも来ないのか、それだけを見つめるようにして、夜を迎えた。そしてこの夜、ある焼け跡から半分焦げた日記帳が見つかることになる。すすけた表紙には、はっきりとした名前が書かれていた。少女の名が、中には、細い鉛筆で書かれた数行の文字が残されていた。それがいつ、どこで書かれたものかはわからない。ただ、その言葉は生きようとした少女の小さな声だった。第4章、日記が語る、声なき死。関東大震災から数日後、焼け焦げた東京の街には、灰と瓦礫が積もるばかりで、命の気配は薄れていた。あの猛火と地鳴りの中で、誰がどこで息を引き取ったのかさえ、はっきりしないものが多かった。生き延びた人々は、身元不明の遺体に祈りを捧げ、
焼け跡を歩き、わずかな痕跡を探し続けていた。ある日、下町の一角、崩れた長屋の跡から、一冊のすすけた日記帳が発見された。表紙には少女の名前が書かれていた。中身は所々焦げていて、文字の判別ができない部分も多かったが、いくつかのページには、確かに読み取れる言葉があった。発見されたのは、民間の救援団体に参加していた若い女性で、彼女はその日記を手に取ると、自然と涙が溢れたという。今日は土曜、天気がとても良い。明日は久しぶりに母と浅草に行けそう。最初のページには、そう記されていた。それが書かれたのは、地震発生のほんの数時間前だった。その日常のぬくもりと静けさが、焼け跡の中にあって、あまりにも眩しかった。誰もが叫び、誰もが走り、誰もが何かを失った。あの最悪の中で、確かにそこにいた少女が、穏やかな朝に見ていた未来が、わずか数行で閉じられていた。日記の中には、その後の記述と思われる断片も見つかった。おそらく、火災が迫る中、どこかで書かれたものである。みんな無事でありますように。私は今歩いています。手は痛いけど、大丈夫。お母さん、あの朝のこと、ありがとう。ページの終焉は黒く焦げ、紙は指で触れると、崩れそうなくらい脆くなっていた。だが、その文字はかすかに残っていた。誰かに届けるための言葉ではなく、誰かと繋がっていたいという、祈るような気持ちがこもっていた。それは書くという行為が、彼女にとって、恐怖の中でも、唯一残された希望だったことを示していた。日記が発見された場所からそう遠くないところで、少女の遺体も確認された。近くに、身元不明のまま、仮埋葬されていた遺体の一つに、日記の記述や所持品との一致が見られたのだった。焼けた髪飾り、小さな風呂敷、焦げた鉛筆の芯。その手が何をつかみ、何を離さずにいたのか。証言によれば、彼女は顔を伏せるようにして、崩れた塀のそばに横たわっていたという。まるで、眠るように。その遺体が少女であるという確証はなかったが、日記に記された彼女の内面の声が、誰の記憶よりも強く、そこにいたことを物語っていた。日記を読み終えた者たちは、彼女が逃げ惑う最中に言葉を紡いでいたという事実に、ただ静かに心を打たれた。誰にも届かないかもしれない言葉を、少女は火の中で書き続けていた。それは、叫びではなく、囁きだった。けれど、その囁きが、100年後に誰かの胸を締め付けるほどの力を持っていた。日記は後に、関東大震災の資料とともに保管されることとなった。焦げ跡のあるページは専門家によって修復され、可能な限りの記述が読み取られた。そこにあったのは、崇高な思想でも、英雄的な行動でもない。ただ一人の少女が、自分の存在を自分自身に確かめるように綴った、まっすぐな言葉だった。怖い。でも、諦めません。明日も書きたいです。おそらく、それが彼女の最後の言葉だった。書きたいという思い。それは、生きたいという思いと重なっていた。炎に包まれた街の中で、一人の少女が残したのは、命ではなく記録だった。声なき死は、こうして、声として残った。そして今、その日記は、博物館の一角に展示されている。多くの来館者が足を止め、展示ケースの前に佇み、黙ってページを見つめる。誰も声を上げることはない。ただ、何かを胸に刻んで、その場を後にする。その姿を見たとき、人々はようやく理解する。大きな災害の歴史の中で、最も強く残るのは、名もなき誰かの、弱く、小さく、しかし確かな言葉であるということを。第5章、日記が残したもの、100年後の問いかけ。関東大震災から、間もなく、100年が経とうとしている。あの日、空が裂け、地が砕け、街が炎に包まれた出来事は、数字や記録としてだけでなく、数えきれない名もなき人生の喪失として、今なお人々の胸に残っている。そして、その中の一つに、少女沢子の小さな日記帳がある。日記は現在、東京都にある震災記念資料館の一角に展示されている。焦げ跡の残るそのノートは、強化ガラスの中で静かに開かれ、来館者の目に触れるたび、何かを語りかけてくる。そこにあるのは、誰かに何かを訴えるための強い言葉ではない。
ただ生きていた、その証を確かめるように綴られた日常の記録である。明日は母と浅草へ。誰もが通り過ぎてしまいそうなその一文が、今もなお多くの人の心に刺さる。震災前日の記述であるその文章は、災害の恐怖や悲しみよりも、日常の温かさや未来への期待を感じさせる。それが一転して、死の影に覆われるという現実。その対比が、かえって静かな衝撃として、読む者の心に響くのだ。100年という時間は、文明を進め、都市を変え、人々の暮らしを便利にした。だが、自然の力の前に人間の小ささがあらわになるという点では、あの日から何も変わってはいない。災害はまた来る。必ず来る。その時、私たちは何を残し、何を伝え、何を守ろうとするのか。彼女の日記が教えてくれるのは、記録するという行為の本質である。それは声なき時代の叫びでもなく、涙に濡れた手紙でもない。自分が確かにここにいた、という、ただそれだけの痕跡である。しかし、その痕跡こそが、誰かの心を揺さぶり、次の時代に言葉なき警鐘を鳴らす。日記の前に立った人々は、誰も語らないまま、ただその文字を見つめる。ある者は手を合わせ、ある者は目を伏せる。涙を流す人もいれば、無言のまま立ち去る人もいる。けれど皆、その場で一つのことを感じる。生きるとは、記録すること。そして、その記録は、他人ではなく、未来の自分や誰かの心に届くものだということ。少女が綴った最後の言葉は、今も不完全なまま残されている。紙の焦げ跡と重なって、文字の半分は判読できない。だが、人々はそこに、続きを想像する。そして、その続きを自分の中に持ち帰る。物語は未完成のまま、読み手に託される。だからこそ、その余白に心を寄せることができる。震災から生まれた数えきれない悲劇の中で、この日記は特別な意味を持つわけではない。少女が一人、紙に書いた数行の記録。それだけのものだ。だが、それで十分だった。大声ではなく、静かな囁きで、人の心を打つというのは、まさにこういうことなのだろう。100年の時を超えて、日記は語りかける。私はここにいたと。私は、生きようとしていたと。そして、誰にも気づかれないかもしれないと思いながらも、彼女は書いた。それは、人間が生きることの根源的な行為でもある。誰かに見つけてもらうためではない。ただ、生きていることを称したいという願い。誰にも見られないかもしれない記録に、それでも思いを込めた少女の姿は、何よりも尊い。今この時代に生きる私たちは、無数の情報に囲まれ、声を大にして語ることに慣れすぎてしまっている。だが、耳を澄まさなければ聞こえない声、目を凝らさなければ見えない痕跡の中にこそ、最も人間らしい真実が宿ることを、少女の日記は静かに教えてくれる。彼女はもう、どこにもいない。だが、確かにいた。焦げた紙片の中で、今も言葉が生きている。誰にも届かなかったかもしれないその記録が、今、こうして誰かの胸を震わせている。この事実こそが、生きること、そして書くことの意味である。今回の動画は以上となります。関東大震災という未曾有の災害の中、名もなき少女が残した日記には、恐怖でも絶望でもなく、生きようとする静かな意志が綴られていました。大きな歴史の陰で消えた一つの命が、今も言葉を通して語りかけてきます。その声なき声に耳を傾けるとき、私たちは何を感じ、何を受け継ぐべきなのでしょうか。内容についてご意見があれば、コメント欄にぜひお願いします。また、高評価やチャンネル登録いただくことが大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。